ただ非常に今回ちょっと太い針金または小さい枝でも枝を強制的に動かしてますんで本当に針金食い込むのが早いと思いますんで、これから本当に3、4ヶ月は気をつけていただかないと食い込んでしまいますからね。それだけはもう重々理解しておいていただきたいと思いますよ。私の経験なんかからするとコメツガの場合には福島県にもコメツガずいぶん出てるんですよね、山からね。信州のコメツガとよく葉なんかは似てますね。福島って言われなければ信州と思うくらいその違いが分かりづらいと言いますかね、そっくりなところありますね。やはりこれも気候自然環境が似てるということでそういうことなのかなと思いますがね。であまりこのね枝先の細かいところまではかけないようにしていただかないと、今度それもまた食い込むと外しづらくなりますんでね、その辺も枝を見ながらこの枝ならかけてもいい、ここならかけなくてもいいというところをある程度判断してかけていただければと思います。私も今かけてる中ではもうかけない枝はかけないですから、どうしても枝が見苦しい部分に関してはかけていきますけれども、そうじゃないところはなるべくかけないで自然の状態で姿を現していければなとは思って今かけてますから、 100% 針金をかけて形を作るというふうに考えなくてもいいんじゃないかなとは思いますよ。今かけてる枝というものは非常にこれから重要な役割を果たしていく枝なんですよね。確かに付け根を見れば、手繰ってもあります。でもそれは結局ここに棚の厚みを作るという意味で枝を利用してるわけですよね。だからそういうことを考えた時に理屈じゃないんですよということも分かっていただければと思います。そのために今その話を今したわけですけれどね。だから理屈ありきでは絶対入らないでください。これおそらく最終的に仕上がってみた時に本当にあそこに膨らみあるとないというでは木の雰囲気というのは違うんだなっていうのはきっと見て取れると思いますので、最後まで見ていただければその辺は理解していただけると思います。今日もね何人かの方がこの会場で見ててくださるんですけれども、どうも質問をしてくれればいいんですが、皆さんどうも口が重くてね何も聞いてくれないんですよ。きっと映像を見てらっしゃる方の中には俺あのことを聞きたいんだけど聞いてくれないかななんて思ってらっしゃる方いるんだろうなと思いますけどね、なかなか皆さん口が重くてね聞いてくれないんですよ。
今ここでかけてる枝は食いつき枝って言いましてね、ここの枝の間を埋めるということでね、残しておいたんですがね。よく皆さんに聞かれることはですね、針金をかけてて枝を枝の上に乗せていくっていうのがわからないんですよねっていうことをよく質問されるんですが、それができなかったら枝の厚みを出すことできませんからね。枝をただ平らに広げてしまうとイチョウの葉っぱみたいになっちゃって、枝の表現っていうのは全然できなくなりますからね。だから必ずその辺もね、枝を枝の上に乗せてくるっていうテクニックも針金かけではやってるんですよというところも見ていただければと思いますね。とかくね、横へ横へ枝広げちゃって真っ平らになっちゃって厚みがなくなっちゃうんですよっていう方よくいますけどね、それはそういうことのテクニックを使うことによって解消できますからね。でも言われてること分かってるんだよなって言いながらなかなかできないっていうことは耳にしますけどね。だから立ち枝がいけないっていう理屈を外すしかないんですね、そこにはね。
針金かけていきますと裏返しみたいになっちゃうこと葉っぱがですか？が、はい、それはね、もうかける時点で裏返しにならないように枝を操作していくしかないんですよね。裏向いちゃってるから裏のままかけるっていうことも悪くはないんですがね、やはりそこは臨機応変にもう最初から裏返ってるものを元の位置に戻しちゃってかけていくっていうのも一つの方法ですから。よくね、米粒なんか裏の白いところが出ちゃってる場合あるんですよね、皆さんかけてるのを見ると。それはだから強制的に枝をひっくり返して葉の表が上へ来るようにしてあげてかけるということが必要なんじゃないですか。初めて質問来ましたね、今までの中でどんどん聞いていただくとね、見てらっしゃる方もね、疑問に思ってること解消できるんでしょうね。私どもはもう当たり前のようにやってますからね、疑問っていうよりも当たり前のようにやっちゃってますから、皆さんが見てる疑問に対して全て答えれるっていうところまでいってないんじゃないかなっていうような気がするんですよ。やはり愛好家の方に質問されるのは一番素朴な疑問として聞いてもらえますから、でも私どもは素朴というよりも当たり前だよということでやっちゃってますからね、その辺やっぱり聞いてもらえることによって今見てらっしゃる方も皆さん、いいこと聞いてくれたなと俺も思ってたんだよなっていう方がおそらくいるんじゃないかなと思います。そういう意味ではね、どんどん聞いていただければいいなと思うんですがね、遠慮しないで聞いてください。顔は映らないですから大丈夫ですからそれでね、こんなこと聞けば恥ずかしいなんてそんなことないですから、知らないことは聞くんですよ、どん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 。私もそうでした。知らないでいた方が損ですから、聞いて恥とかそんなことはないですから、知らないから聞くんですから、それでいいんですよ、別に。知らないまんま言ってうまくいかないよりね、知ったことによってうまくいったらずっと楽しいですから。ただ中にはね、何をどう聞いたらいいかわからないって方がいるもんで、これだけ私ももうね、そう言われちゃうとどう答えればいいのかわからないんですけどね、疑問に思ったことを聞いてもらうだけでいいんじゃないですか、どんどん。中にはあんなに針金簡単に使ってるけどゴムで巻いてるのなんて人昔いましたけどね針金ですからね、ゴムじゃないですからねただ針金はもう一度巻いたら硬くなりますからね、銅線の場合は巻き戻しは効かないですから、だからその辺は注意してかけてくださいね。で、巻き戻した針金って硬くなっちゃっても今度はかけづらくなりますから。これだけかけてても葉は巻き込まないようにかかってますからね、これはね、数かけてもらうとこういうふうにすると葉を巻き込まないんだなってことが分かってくることがありますから、そうじゃないと必ずこれ巻き込んでしまいますからね、針金を。
葉っぱをですか、針じゃなくて葉っぱをね巻き込んでしまいますからね。今はこれはね、樹芯木の頂上の芯の枝なんですよね。それを今裏枝として使うために今伏せてるんです。芯だから頭へ立てるとかっていうそういう意味じゃないですからね。針金をかけて姿を作る時には枝を頭にして作るっていうテクニックもございますからね。それを今やってますからね。だから皆さん頭へ行くとどうしても頭の部分で行き詰まってるようですね。その頭をどうやって使えばいいのか分かんなくなっちゃって、芯を立てようとかいろんなことしてバランスが取れなくなるんですよね。だから木が古くなれば樹芯部っていうのは必ずどんな木でも丸くなってるんですよね。だから神社の赤松なんか見てもらえば分かるんですけど、いつまでも芯がまっすぐ立ってるなんてことは一つもないと思うんですよ、古い木は。大体樹幹部っては丸くなる。これが木の整理というか、その自然界でそういうふうになっていくんですよね。いろんな関係があってそうなるんですがね。そうじゃなかったらどこまでも死んだ死んだって言ってれば100メートル200メートルこう行くわけですよね。そんなことありえないですから。だからよくね、昔直してもらったら俺の盆栽芯なくなっちゃったなんて人いましたけどね、何のこと言ってるんですかって言ったら、だって芯がないですって。芯って何が芯なのって言ったら、だって頭が芯なくて丸くなっちゃってるからおかしいって言うから、いやこれ普通じゃないの、木が古くなるそういうもんじゃないんですかって言ったら、そういうもんなんですかなんて初めて知りましたなんて言った方がいましたけどね。だから皆さんその辺もちょっと疑問に持っていらっしゃるようでしたらね、神社へ行って赤松を見る、いろんなところで木の古い木を見てもらう。そうするとそういうことも理解できるようになってこられるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。目的があって背を伸ばすとか何か目的あるんならそこ分の芯というものを上げてても構わないですけれども、そういうの以外はもうほとんど木の場合は、木造りの場合は芯は立てないですから。それは木が若い古いじゃなくてね、古くなってから今の話の中では古い木だから神社の木は丸くなってますよって言いますけども、盆栽の場合はじゃあ若い木は芯立てればいいんですかって、そういうことを言ってるんじゃないですからね。非常にその辺がね、理解をするにちょっと厄介というか面倒というか、だから私どもの言うのは死んだとかって言ってないんですね。樹幹部という言葉を使ってるんですね。
ね、やはりこの照明だっていうのは見ていただけるとやっぱり必要になってくるんですよね。これがもしなかったらドカドカ離れちゃってバランスがなくなりますからね。これをどうこなすかということなんですよね。まあこれ今から説明しますけれども、これをねきっと皆さんねかけるとね、どうしてもこの枝をね付け根から下げようというふうに考えられる方が多いんだと思うんですよ。この付け根からまっすぐとか下へ下げる、これをやってしまったらもうバランス崩れますからね。これは木によって場所によって全てバランスを見て枝の使い方してますからね。これは若干上へ上げて持ってこないと非常にバランスの悪い、味の悪い枝になってしまいますからね。だから若干付け根でこう上げて配置していくんですよね、こうやってね。それもまっすぐじゃダメですから、さっきのも言ってますように曲げながら上下も加えながらということなんですよね。それでバランスを取る。そうすると非常に安定感のある枝、正面から見ても正面枝であっても正面枝という理屈じゃない、なるほど動きとして見れるなというふうに感じ取ってもらえるようになるはずなんですがね。まあその辺はあとは見てらっしゃる方の感覚ですよね。そうは言っても正面枝だろうって見てしまうのか、ああ枝の使い方ってそういうふうにやっていくと味が良くなるのかって思ってくださる方も中にはいるのかなと思います。まあそんなことも参考にしながらまた見ていただければと思いますのでね、今これちょっとかけてね雰囲気を出してみますけれども。まああんまりこういうことを言ってると、じゃあ今までの本の理屈は何なのなんて言われちゃうかもしれないんですけれども、理屈は理屈でいいんですけれどもね、全てじゃないですよということを理解していただきたいということで今話してるわけですからね。理屈を知ってないとね物事はできませんから。だから照明枝使っていいんだよって言ったら、ただ言われたから使ってるっていうその、言葉を聞いて俺も照明枝使ったよっていうんじゃなくて、照明枝を使う意味合い、そういうことが理解して自分で納得できる答えが出た時に初めてやった意味が理解できるんじゃないかなというような気がしますけれどもね。私なんかも若い頃は照明枝だ、カムリだ、車だなんて散々自分の頭の中で考えてて、この考えをどこかで断ち切らないと前で進めないなっていうことがありました。だから皆さんもそう思ってるのは間違いじゃないんですけれども、どこかでそれをもし考えを変えることができたならば、気の見方がまた変わって、自分に対する気づくり、またはいろんな展示会で見たときに、なるほどね、こういうことなんだよなって素直に理解できる時が来た時に本当に楽しめるんじゃないかなっていうような気がしますけれどね。